皆さんこんにちは、ドクトルスキです。今回は、非常にこれも質問が多いクリスマスローズの水揚げの仕方に、なります。で、クリスマスローズは実はもともとですね、切り花用じゃなかったお花だと思います。ですから僕が商売始めた頃はこのいろいろクリスマスローズって出始めたんですけど、確かに水上がりにくくて苦労しました。最近の品種はだいぶ選抜されてきましたし、それで額を楽しむ品種が多くなってきたので、非常にそういう意味では長く楽しめると思います。でまたお花を楽しむタイプのものもあるんですが、今日ちょっと用意しているのはお花も楽しめるし、その額になったものも楽しめるというタイプです。ですから花によってその違いはもちろんあるんですけど、ちゃんと水揚げをするとですね、かなり水揚がり率良くなりますので、そのお話をさせていただきたいと思います。それでクリスマスローズが水上がらない原因いくつか考えられるんですけど、一番多いのはですね、この時期、特に冬、冬の水って冷たいですよね。この冷たいお水だと、お水上がりっていうのは良くないんです。でこれは前にもお話ししてるかと思いますが、水っていうのは硬さがあります。でこの水の粘度っていうんですけど、冷たいほど水は硬くなります。で暖かくなるに従って柔らかくなります。でお花はその水が柔らかいほど水上がり率は高くなるので、この冬の冷たいお水っていうのはクリスマスローズには最悪で、水やっぱり上がりにくいんですね。硬いから。それを柔らかくするっていう意味で、そのぬるま湯を使うっていう方法があります。で実は今日こちらに用意しているですね、クリスマスローズ、3日前に買って水揚げをして、それで、2つのパターンをちょっと見ていただこうと思ってご用意してます。で1つはですね、どうやったかっていうと、切り戻しをしてお水につけたものです。でもう1つ、実はこれがそうなんですね。こちらに書いてますけど、ちょっと見にくいかな、水って書いてます、ここに。でこれはね、切り戻して水のだけ。そうするとやっぱりですね、ちゃんと上がらなくて元気がないんですね。見ていただくと分かるんですが、シャキッとしません。それで花自体も柔らかくてですね、ちゃんとやっぱ上がらないって言われるゆえんはそこにあるかなっていうふうには思います。でもう一つの方を見ていただきたいんですが、こちらですね。でこっちは湯って書いてますけど、ぬるま湯を使っています。でぬるま湯を使うとですね、かなりシャキッとします。これ触るともっと分かります。見た感じでもちょっと分かるかもしれませんが、かなりしっかりと上がっています。その違いプラス、ちょっと方法がありますので、そのお話をさせていただきます。でまず、水揚げの準備になりますが、そのぬるま湯の作り方ですね。別にぬるま湯の作り方は難しくはないんですけど、花瓶使う場合はお湯をいきなり入れると割れます。これうち何回も割ってます。ですから先に冷たい水を入れて、でその後に、うちは電子ケトルを使います。このケトルで沸騰したお湯を入れますね。でそしてここの温度、ぬるま湯ってじゃあどのくらいがいいのかっていうお話になりますが、大体ですね40から60度ぐらい目安にしていただけると、茎もあまり傷めないし、程よく水上がりの促進効果があると思います。いろいろな試験結果っていうのがあります。例えば愛知県で菊の水揚げ試験とかするんですけど、60度ぐらいの温度だと通常 100% に対して 110% ぐらいの水上がり率が高くなるとかっていう結果もあるんですけど、大体お風呂の温度よりちょっと高めぐらいがちょうどいいかなっていうふうに思います。そのくらいの温度帯のものを作ってください。でプラスここのお水、これに切り花溶剤を使ってあげると、クリスマスローズはさらに水上がりが良くなります。でその時に使う切り花栄養剤なんですが、通常の切り花栄養剤でもいいです。ですけど最近出た、エクスプレスクリア、お花屋さん用のやつも出てます。それから消費者用のやつも出てます。できればですね、そのエクスプレスクリアを使ってあげると、より水上がり率が高くなって、しかも花持ちが良くなりますので、一押しですね。で通常の切り花栄養剤でももちろんいいんですけど、できればこういった水揚げ促進効果のあるものを使うっていうのも手です。
でそれがない場合は切り花溶剤を使って、クイックリップですね、水揚げ促進剤、これを使うっていうのも手です。これを入れてクリスマスローズを切って水につけます。でその時にもう一つ工夫があります。それは何かというと、例えばこっちのクリスマスローズは切り口切っただけですなんですが、ちょっとここで一手間を加えてあげます。ここを見ていただくと分かると思いますけど、このように、切れ目が十字に入ってます。これは切り戻しをした後にカッターで縦にこういうふうに十字に裂いてるんですね。でここをちょっとこういうふうに十文字みたいになります。でこの状態にしてから揚げてあげるとよりですねしっかりと揚がってくれます。なので切り口に一工夫してあげるとさらに水上がり率は高くなりますので、こういうやり方をしてあげただけでも、随分と水上がり率は高くなります。あとですねプラスフィニッシングタッチを最後にスプレーしてあげるだけでも、水揚げ促進効果、実はねフィニッシングタッチすると水上がり率高くなります。刃物とかでいろいろテストするとその辺が分かってきたんですけど、このようにちょっと水揚げが弱いお花に対してはこういったものも最後にちょっとしてあげるっていう、ワンポイントもあるとさらに水揚がり率が高くなりますので、こういう工夫をすると、クリスマスローズも今までとは全然違ってしっかりと上がってくれますので、ぜひこういったやり方もお試しいただければというふうに思います。以上クリスマスローズの水揚げの仕方でした。